はい、柳田さんお疲れ様です。どうも。はい。先週はちょっとね、バタバタな競馬になりましたね。まあ、火曜日競馬。それでもう翌日はもう、トレセンで仕事という、そういうちょっと強行軍になりましたけれど。まあ、それで今週はですね、まあ、重賞4つあるんですよね。まあ、注目やっぱり、重賞4つ？ジャンプステークスもあるんですよ。そうです。まあ、そうですね。まあ、注目はやっぱり東京で、車杯である、まあ、デイリー杯クイーンカップ行われます。で、日曜日に東京では共同通信杯が行われるということで、まずはじゃあ共同通信杯のからいきましょうか。さあ、メンバーですけれど、どうですかね、印象っていうのは。先週の如月も、まあそんなに、っていうところだったんでね。で、やる前では、ここのメンバーが重賞の中では、2歳の時からの重賞のメンバーでは頭数が少ないけど、そうは厚いかなっていう気はするね。結構この辺の、上位組1、2、3着、接戦してる組が、皐月一本なのか、どっか一回使ってくんのか、あれだけど、かなり有力になるんじゃないかなって気がするけどな。強そうな感じする。ちょっとメンバーじゃあ一頭一頭ちょっと一言もらってもいいですかね。じゃああいう順でじゃあ最初からじゃあイージーライダー。関西映画の絆でね、これは見直したけど、非常に、絆の馬にしては綺麗な馬っていうのかな、パワフルさっていうのはないんで、男馬でだとこれちょっと華奢に見えるのが、華奢に映るのがそういうとこなんだけど、上品は上品でね、スケール感としてはどうだろう、個人的な意見としてはまあ10オープンぐらいまでは行ってくれるなっていうところはあるけれどだな。イメージ的には今のところは距離は長い方が良さげだね。そんな感じを受けた。まあ1008は全然 OK っていう感じですね。1008は全然 OK。まあ今重賞取るかどうかって言ったらどうだろうなっていうところはある。続きまして、ガリレア。ガリレアは素直にすごく性格がいいんでね、この馬は。一息入ったけど入れて正解なんだよね。ちょっとこの間もう体がもういっぱいいっぱいになってたからギリで少し膨らまして来てるはずなんだけれど、思ったほど膨らんでないっていうのがあれなんだけど、競馬2期は全力で走るし、まあそこそこなんだけど、距離はマイルかその1個下、1004ぐらいがいいね。なかなか厳しいと思う。重賞の1008。結構強いんでね、ここは。はい、里のバンクル。これはね、素材はいいんだよ。ポエンテックフレアで、中ではこれが結構いい馬だなと思ってるんだけど、ただ性格はまだちょっと幼すぎるかなと思ってんだけど、デビュー戦の時はね、随分中間は心境してきたね。変化はある。イメージだったら今のところのイメージは3連の3着で抑える時のが必要かどうかっていうぐらいのレベルかな。随分良くなったよ。勝ちまでっていうふうに。まだまだ。その、スポンと切れるっていうタイプではないんでね。一瞬は使うけど長続きはしないなっていうところがありそうな、そういう感じなんでね。ちょっとね、まだ言っちゃえば、まだ友の方が胸に比べて、負けてるって感じがするんでね。これ、しっかりして、この間の時はね、まだ。でもこの中国ずいぶん良くなってきたから、だいぶしっかりしてくるんだろうと思うけどね。まだちょっと落ちるなっていうところはある。やっぱり小判になってからっていう感じですかね。あと2、3回使えばある程度形が見えると思うんでね。だから、春過ぎぐらいになってくれれば、そこまで行っちゃえばね。大体こんなもんだなって分かってくるんだけれど、ただ、走ってもとか勝つはないと思うけど、上位に来れるぐらいのレベルの素材だとは思う。悪くない馬だね、と思ってるけど。佐野のグレーター。これは、この間がやっぱり鮮烈だったからな。うまく乗っかったんだけど、前がもうガチャガチャやってたところで、
ただ、後ろにから3、4コーナーのところの上がり方っていうのが、オープン馬の上がり方をしてたんでね。あの勢いがついての持久力っていうのは、もうバリバリの重賞取れるレベルにがあるね。で、東京、どうなんだろうな。ああいう競馬すると中山が合ってるような気がしょうがねえんだけど。デビュー戦も結構東京でインパクトあったじゃないですか。スローの直線だけの勝負みたいにってなったらいいんだろうね。だからまあどうなんだろうな。また絶対にもう形がもうできちゃったから、おそらく後ろからになるから直線勝負型になるから、足は見せると思うよ。重賞取れるレベルでは全然ね。で、稽古も非常にいい。キレがあるね。まあ距離は結構グレーターだけど、全然その2000でも24ぐらいでも平気で走っちゃいそうな感じするし、この間2000だけど、距離は全然心配ないな。レベルはあると思う。当然上位一角を占めてもいいと思う。はい、ディバインウィンド。これはすごく強烈に伸びてきてるな。素晴らしいな、今。早熟ともまあ、スワーブだから一見その気があったんだけど、これは8ヶ月の休み、理由がわかんないけど、新馬使った後に、まあ、縦の足、暑いとこもあったから無理しなかったと思うんだけど、そっからやってきたけど、目覚ましいぐらいに伸びしろがあるね。ちょっと、イメージがもう、イメージっていうか、相当走るようになってきたね。一つ言えるのが、軽いんでね、軽くて、性格もいいから、まあ、1008ぐらいだったら心配ないけど、それ以上の距離が伸びてくるレースってはどうなのかなっていう気はするな。今のところは相当いいと思う。体勢万全だと思うよ。で、重賞を取れるレベルにある。あとは相手関係との比較っていうところだけどね。まあその8ヶ月半前にはゾロアストロキサラ優勝勝ったのはもう完勝でしたからね。まああの時はね、ゾロアストロがまあキサラギよりメンバー強いよ、こっちのが。ゾロアストロには完勝、大出遅れ食って、もうどうでもよかったあれだったけどね、2着を。あれとの比較だったらやっぱり、評価、着差は評価していいと思う。こっちの方が上だと思う。上だと思うよ。相当いいね、この休み明けでも。そうですね。本当に見てて、それはすごくわかりますよね。折り合いもつくしな。性格が素直すぎるっていうのがな、男馬だから、もうちょっとずぶくてもいいんだけどなっていう気がするんだけど。本当にハードにやってますもんね。本当になんかそうだね、65ぐらい出して、今週そこまでやらないかなと思ってたけど。そうやりましたもんね、今週。ただ一つ、内目回るから時計はやっぱり2つぐらい早くなっちゃうんだよな。どうしても。堀厩舎とか、結構内目回る宮田ちゃんところとか多い、内目回る奴らはどうしても36ぐらいと11秒前半ぐらいって出てきちゃうから、もう、未勝利馬でも、他の厩舎の未勝利馬でも内ぴったり回ってぐらい11点真ん中ぐらいは出ちゃうもんな。数字的には36秒台で。だから、時計云々って感じじゃないけど、それでも結構、先週もびっしりやってるのに、今週も結構やってるなって気はして、これ自体は、俺は好感持てるんだけれど、この馬に関してはね、この駅でも。非常にいい状態とパワーアップかなっていうところで、勝ちもあっても驚かないかなっていう気はするな。上位一頭。はい、じゃあ続きまして、ベレシート。これは、この間負けたんだな。はい。これはクラシック候補の一頭ではある。文句ないよ、馬は。競馬を覚えるかどうかっていうだけで。東京いいと思うな。このうちにもたれ気味だからね、右回りは。この馬はね、走ることは間違いない。
もうスタートはもうある程度はもう仕方ないような感じですかね。あんまり出が早くはないね。1馬身ぐらい出遅れんじゃない？結構そういう馬が多そうだ。でもまあいいや。はい、じゃあ続きまして、ラベニュー。これはもうやっぱ世代ナンバーワンレベルだろうな。だからまあこれがなんて言うんだろう。最初ホープフル使う予定がなんか熱発ですぐ取りやめたっていうのをその週にすぐねできて、ケイタが戸崎が今週あっちにサウジに行ってるから一回きりで菅原明に乗るんだけど、次からまた戸崎に戻るっちゅう話だけど、普通に走ってくれればごまかしがないレースの流れになればな、勝つわ。やっぱり、やっぱり何から何まで違う。この距離持つよ、全然。そういう形してるし。非常にしなやかだね。珍しいくらいに。男馬のカノラで。これだけいい馬も珍しいよ。確かに。聞かれたんだけど、確かにセレクトで見てることは見てたんだよね、競りで。でも、随分変わったね。良くなったなと思って。ガチンコでいれば、勝つよ。ガチンコになんないケースってのが、その次のリアライズだけなんだよね。リアライズ、はい。これだけは、大したことないって言ったらあれだけど、同じ位置からの競馬だったら、全然勝負にならないけど、確かに朝日杯の時は調教もズタボロに良くなかった。で、今回、立て直したっていうか、立て直ったね。随分綺麗、走れるようになってきたね。動きは、もともとそんなに派手さはなかったんだけど、かっこよくなってきたね、だいぶ。で、追い比べに泳いどんだったらもう、大したことないんだけど、こいつ一人で、タイムトライアルみたいに自分勝手にやっちゃった場合には、バンバン行って後ろが離れてっていうところで、残る可能性があるんだよな。残れるだけの、持久力を持ってるっていうのかな。タフさ。心肺機能が長けてるっていうのかな、現状では。だから、常にこの馬は黒三角っていう印はそういうところにでなるんだけど、朝日杯の時は良くなかったから、明らかに長距離ミス、これダメだなと思ってたから、印はつけられないけど、今回は本当に頭数も少ないし、行く馬がいないんでね。3連系の一角という感じですかね。いや、頭があるし、全然頭があっても驚かない。だから、ラベニューと5回やれば、1回は勝つよって感じはするもんな。その展開っていうか、この馬の形のポジション取れれば、サイレンスズガじゃないけど、あそこまではないにしろ。ああいう、あんな軽さがないからな、ああいう大逃げは打てないかもわからんけど、ちょっとそういうキャラクターになって成功しそうな感じはするんだけれど、あと一個は、また後は見てみたいなっていうところはあるけれど、これは、今は関係ないけど。そうだね。可能性としてやっぱり離して逃げて、ゴール前まではまず間違いなく、その形取れれば、ゴール前まではまず、結構馬券持ってる人は、よしとか思ってるはず。一着で持ってる人はね。全部に買わされるようなことは、まとめてダラーって買わされるようなことはないと思う。結構粘りあるんでね。だから馬券は常に、馬券圏内の候補は必ず、入ってくると思うよ。メンバー強いけどね、今回は。はい、じゃあ、ロブチェン。ロブチェンなG1、一応 G1 馬だけどメンバー時計もそんなことはないけど、この馬だけが強かったなっていうイメージだけで、スタートから出していったけど、デビュー戦逃げ切ったからね、内訳引いて出していったけど、外からかぶせられて、スタートが遅かった、なかなかのスピードに乗れないで、最初は、うちの4番手ぐらいいたんだけどさ、道中、なかなか前が、うまいこと、詰まるような形で外からも来られて、真ん中ぐらいまで下がっ
手の競馬だから、結構競馬はセンスがあるかもわかんないね。あれ競馬見ちゃうと、素材はあるね。やっぱり。結構、直線坂上がってから横にカニ歩きして出てきたけど、うちで前が詰まってたから。でももうあの辺でね、先団グループは実はあの辺でもう、わらわらしていっぱいになってたんだよな。だから流れ的にも早めにみんな動いて、この馬だけ動けないで、うちで我慢する形になっちゃったっていうのも、実は運があったし、相手関係どうなのっていう気はするしな、フォープールだけは。まあ今回わかるんでしょうで、俺自身は、なんとも言えないけどな。それでまあ、個人的にはね、そこまでは思い知るしはないなっていうところなんだけど。っていうところで、勝負になりそうなのは、1、2、3、4、5と、佐野のグレーター、ディバイン。まあ、ラベニュー。ペレシートリアライズはでも入れなくちゃいけないからね。だから、ラベニューから、でも結構な、難しいな。本当に。足持ってるからな、佐野のもそうだし。ディバインは、イメージ的にはリアライズが逃げてディバインが、まあ、キングだし2番手だなっていう感じなんだけどな。それで、ロプチェンとラベニューかっていう感じだけどな。まあ、難しいけど、面白いメンバー。まあ、まとまったら普通はラベニュー勝つよ。もう一個もしタンがあるとすれば、あれだよ。本当にリアライズだ。タンがあるとすれば。そんなところだな。はい。面白い。いいメンバーだよ。そうですね。舞台の重賞の中で、今回はそれなりに層が今までで、朝日杯のマイルの時のメンバー、あそこはまあ一番強いんだけど、マイルの点では当たり前だけど、すぐいいメンバー揃ったかなっていう感じはする。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬三郎。で、出会いか。はい。じゃあ、デリハイ行きましょうか。で結論から言っちゃうと、まあ、ギャラボーグだわ。結構前走内容とか評価してますかね。もう馬は評価してる。競馬が下手じゃないかな、出遅れんじゃねえかなとか、なんだかなんだなと思ってたけど、競馬の形ができたからね、ちょっと狭いとことかいろいろあったけれど、まあ、内訳引いたしな。内訳だからしょうがないけど。はい。桜花賞の3番手、4番手キープぐらい、まあ、強いのが、牝馬も2、3といるんでね、その辺にくっつけるかどうかっていうところかな。いいんじゃない？ギャラボーグ、出撃体制わかんないけど、まあ、あそこ使ってから2ヶ月間で使おうと決めてたんだろうからね。本物です。順番にちょっと一言ずついいですか。じゃあ、5バド。5バド、まあな、自己条件でそのうち頑張ってもらおうか。元気は元気。そんなとこだ。はい。ザバルガドも、自己条件で頑張ってもらおうかだな。あんまり非力は非力だ。はい。ジッピーチューン。ジッピーはね、これは俺気に入ってる馬なんだけど、だからじゃないけど、本当だったら平坦だったら結構っていうとこまで行きそうな気がするけど、そんなこと言っても、ダメだけどね。まあ、2つ3つはすぐ難しくなくいけるんで、この辺の重賞か。いや、掲示板は全然ある。馬はだいぶ良くなってきた。体はね、やっぱり昨日思いっきり見ても、今日の馬をずっと見ててもね、結構、いっぱいいっぱいって言い方おかしい。細くはないけど、思ったほどどっしりしてこなかったっていうのがあるんだけど、増えてこないなっていうのがまだそれもどかしさがあるけど、まあ牝馬だからいいか。30キロあれば。いずれはね、やっぱり短くなると思う。距離が。性格が非常に勝ち気な性格をしてる馬なんだよね。いいレースには絶対なるよ。まあ、ギャラボーグに比べるとやっぱ馬は一つ以上ちょっと落ちるかな。同じこのカナロアの子供としては。
すごく牝馬の、条件クラスみたいなもんだから、印は、馬券は抑えてください。はい。タイムレスキス。この間2着で頑張ったのか。成績いいんだな、2-1に。まあね、ちょっと見てると、まあ、このくらいかなっていう感じだな。一生馬同士だったらまあね、さっきのその GP チェーンとの俺イメージ違う、同じこと言うけどイメージがちょっと違うんだけど、一生馬同士のその三代一生馬、レースっていうんだったら、まあ印つけてもいいかなっていうところはあるけれど、そこまで俺はあんまり、っていう感じ。なるほど。はい。ドリームコア。まあ足元がまだ万全じゃないから、最初は1月のフェアリーだったっけな、あの辺からなんだけど、まあそこは飛ばしてここに来たんだけど、バリバリ稽古できるようになってね。でね、これパッと見でも全然体が太いって牝馬にしては太いんだよな。これ500近くあるけど、今回もっと増えてんじゃねえかなって気がしてしょうがねえんだけど、先週までだったらもたついてたから、でもって直前で萩原厩舎ってあんまりその直前でバリってやんねえのに、わざと3頭前2頭を追っかけて外に回したもんな。あれは明らかにその気があったからだと思う。まあ、でも、予想以上にすっ飛んだもんな、一春。あっちゅう間になんか弾けました、ね。迫力あった。馬でけえな、600キロあるんじゃねえかなと思ってたけど、まあこれ上短だけれど、そのぐらいでかく見えたし、動きが苦しくないしな、迫力あったな。初めてまともになったなっていうのが今週だけはした。先週までは、お客と思ってたんだけど、先週ビシッとやっててきて、ピリッとしてきたんだと思うね。間に合ったんじゃないの。やっぱり、そこまでじゃね、まあ馬見るとやっぱりちょっと、上の馬っていう気はするけどな。上の馬ってオープン馬っていう、もう明らかなそんな感じがする。でかくなりすぎたなっていうのが個人的に思っちゃってるんだけれど。どうですかね、体重どうなってるんですかね。体がでかいんだよな。体重増えてんのは、先週、俺は、30何キロのテリオスの馬見て、もう最高に良かったから単勝竹豊で勝ったじゃん。はい。火曜日な。はい。あれ30何キロ増えてたけど、あれが、もう完璧な素晴らしい馬だったもんな。今までが良くなかったんだってことが分かったよ。まあ、で、これも、おそらくそれでもね、多分ここ2回よりは、良くなってんじゃないかなって気はするな。というと、やっぱり普通に勝負になるっていうことだよね。どのくらいのレベルの馬なのかっていうのが、まだね、掴みきれてない。まあ一応、基本っていうか、まあ、ギャラボーグがやっぱりその中心にいる感じですかね。ギャラボーガーはね、浮かぶんだよ。もうイメージが。もうどのくらいまでの馬だなっていうのがイメージが浮かぶ。ドリームコアの場合は今までが大したことなくて、大したことないっていうことはないけど、そこまでじゃないにしろ、まあ一応2勝してるけど、まあメンバーも弱かったし、レースのもう中身もそんなに大したことなかったんだよ。まあそれだけに、まあな、時計は前回はまあ結構いい時計で走れたけど、あと一貫歩あと何メートルぐらいか2着にはなってたろうしっていう感じも受けたしな。だからまあ、これから人気食い虫だななんてしばらく思ってたの。まあこういうクラシックサイズの人気になっても全然そんなにと思ってたけど、ちょっと今週見ちゃうとな。でけんだけど、ちょっと動きがスケール感出てきちゃったから、ちょっと目覚めたのかもしれないし、もともとそんだけでよかったのは、もともとそんだけのやっぱりあったのが、今まで封印されてたのかもしれないし。ちょっと注目の一戦ですね、これは。ひょっとしたら相当強いのかもしれないね。はい、じゃあ続きましてですね、西のサリーナ。これはね、ちょっと気にしてるんだよ。馬もいいし、競馬の走り方もいいしな、フォームも。
まあ今回重賞だけど、まあ、いつも思うんだけど、こういうのはすぐ、自己条件はすぐ勝てるよ。一勝クラスとかだったらもう文句なくあっさり勝っちゃう。だから、ギャラボーグとかさっき2勝してる馬たちが本当にそのクラシック桜花賞で主役候補の一角になるぐらいだったらまだ負けちゃうかなっていうところあるかもわからんけど、この馬もなるほどなっていうぐらいな馬なんでね、入れ込まないっていうのが大前提にあるけど、切れるなっていうところは全然あるしな。いいと思うよ。これは抑えていた方がいいね。これと今のところ一勝かだったら、とりあえず2つの GP レーンか、GP チェーンか。この2つはな。ヒズマスターピース。この間は馬脚見せたな。あれが能力なんだけど、能力って言い方おかしいか。あれも一つのこの馬の持ち味で、その前みたいにバンバン自分の話してああいう派手な競馬やって勝つっていうのも、これも持ち味なんだけど、あれが技なんだろうけど、得意技。だからあの技が今回決まるかどうかっていうのは、おそらくあれやっちゃうと、やっぱり鼻に、まあこの間もいけたんだけどね。いけたけど、あれでも飲み込まれちゃうから、やっぱり条件つくな。あの飲み込まれ方見ちゃうと、もう、なかなか、厳しいと思う。まあそう。で、今週まともだったけど、先週まで見てると、やっぱ暮れの方が良かったな。結構暮れの時にはキャンキャン動いてたけど、あんまり今回は興味ないわ。はい、じゃあ続きまして、フェーダーローター。まあ自己条件でこれも頑張ってもらおうかっていうところだな。自己条件でもらったら。マスターソアラ。かなり気になる。いいいんじゃない。何がいいんじゃないってことはないけど。やっぱり馬見なんか見ても通用の一つが全然オープンに行っておかしくないね。レベルはあるよ。OK だね。はい。マルガ。もういいや、俺。いや、まだいや、長距見てて、うんざりする。長距の V 見てるだけで、よくないんじゃねえかな。精神的にも。この間、ああいう形で競馬を覚えさせてやったけど、あれが強かったのかどうかってのを置いといて、全くもって今俺この馬は、何かきっかけがないとっていうのは今回がきっかけじゃなく、ちょっと一回本当に本格的に休ませちゃうとかですかね。ちょっと、芝の戦六時はないな、興味なくなってきちゃったな。個人的にはね、あんまりもう最初の勢いがこの馬デビューする時にはとてつもないとか言っていたけど、全然個人的に参りましたで、はい、もう忘れました。ちょっと今回はじゃああんまり印もの方も来ても驚かないけど、自己条件で頑張りましょうって言ってる馬たちよりは強いだろうけど、まあ個人的には全くだって強いとすれば勝負服だけだ。わかりました。はい。三金ベネラ。三金はね、捨てきれねえんだけどな。でも、多分、まだだろうな。まだ。やっぱり、いらんことに気遣いすぎて、体もしっかり増えて、でかくなってこないし、なんて言うんだろう。競馬でも一生懸命1600メートル走りすぎちゃう。気を抜くって息を抜いて、うまいレースに流れに乗るとかじゃなく、俺は嫌いじゃないから、まあ印は回らせないけど、今現状じゃ。自己条件に戻って、例えばこれ滞在とかなんとか言っちゃえば、北海道の滞在とかなんとか言っちゃえば、ポンって連勝ぐらいしちゃうと思うけど、まあ、今のところはでも、もうちょっと時間かけようかなって気がする、個人的に。抑えてもいいかもわかんないけどね。はい、続きまして、モルニケ。これはね、大穴はあるかなっていう馬ではあるけどね。イメージは1004ぐらいがいいんだろうけど、これも一勝クラスは勝負になる馬だから、さっきから3で言ってるけど、
重賞、まあ前回初めて2勝してる馬たちが本当に強かったら、もうその辺にはもう勝てないけど、一勝馬同士の中だったら上位に来ておかしくないっていうところでね。だからまあ、3年の紐ぐらいに大穴だったら抑えたい人はっていうところだけどね。いいと思うよ。いいと思うけど、まあ本当は1004ぐらいだ。買わなくていいか。はい。いや、続きまして、モードンアイランド。これが、気になるね。今だ、これをもう、自己条件は勝つ、すぐ。嫌になっちゃうな。いや、非常に調子いいと思う。これ、新馬勝った後も。そういう感じでいこうか。そうですね。まあ、調教パターン、今回直前ポリとかに入れて。体がね、牝馬だがいるんですけど、火腹がね、ちょっと巻いてる。ただ、これね、大きくならない。背が、これもちょっとね、上背もあるんだけど、で、大きくならないっていうのはちょっと矛盾して見えるけど、実はしてないんで、筋肉質じゃないのよ。まあ、体が増えてくるのは当然筋肉のが重たいくて、贅肉はまあ、この時期はついちゃうけど、普通は、競走馬は、脂肪分を、アスリートだから、非常に少ないんだけど、この馬は本当に脂肪が少ないし、筋肉も、がっつりした筋肉じゃないから、大きくなってこないんだよ、これ形が。だから、筋肉の質がいいんだよね。で、いかつきがないモーリスっていうのかな。一瞬の瞬発力が出ちゃうモーリス。先行してブワーっていっちゃう、そういうタイプじゃない。切れるタイプの、いい馬の、そっち目でね、牝馬はこれで十分なのよ。巻き気味だから、体重的には前走よりも、むしろ減ってても、減ってる可能性もあるなとは俺自身思ってるんだけど、全く心配ない。フォームに乱れがないしな。上質は上質。ここで、例えばじゃあ、池に勝っちゃっても驚かない。全然実は驚かない。で、勝っちゃ驚かないのが、まあ3、4頭いるんだけれどね。その2勝馬以外に。まあそれを言っておるけど、まあ次のラブノーも悪くねえけど、ちょっと、一歩引こう。レディーゴールも馬悪くねえんだけど、走らなすぎるからね、これも一歩引こう。ということで、当然もう、絞れましたね、でも馬券的に。絞れたっていうか、その2勝馬を信用すれば、ギャラボーグっていうのは、まあ崩れることはないと思う。まあ、ギャラボーグは一緒ですけど、G1 2着ですから、ね。で、ドリームコアを信用するかしないかなんだけど、俺自身はあんまり信用してなかったんだけどね。まあ、今回のあれだったら、まあまあ、そこそこだなと思ってるんだけど、それで問題は一勝馬の中で重賞すぐ勝って、と思わせてくれるのが、西野サリーナ、マスターソアラ、モートンアイランドか。この3つは、ギャラボーグを食っても驚かないんだよ。ギャラボーグはまず間違いなく上位には入ってくるけど、ひょっとしたら、強いかもしれないなっていう。あのところはね、まあまあだと思うけど、食えるっていう感触は全くない。ギャラボーグとドリームコア。ギャラボーグは頭リードで、ドリームは不確定要素が多いんだけれど、さっき言った他の一戦一勝の3頭は、レベル的には、上位争いできる素材だと思う。特に、この、マスターソアラっていうのは、これはね、いいよ。デビュー戦の時もあんまり人気なかったんだっけな。3番人気か。3番人気でしたね。あの人にも結構さっき言ったようにいるんだけどね。2着3着に突っ込んでこれるようなのも何頭もいたんだけど、驚かないなっていうのが。まあそんな感じだな。まあ、ギャラボーグから4頭ぐらい買った時は生まれが当たりそうだよ。生まれでは低価格ちょっとあれですかね。まあな大丈夫だと思う。以上っていうところで。以上です。あれ一つちょっとストラウスがはい。アブダビゴールド。俺レース見てないんだけどまだなんか滝亮ちゃんとは話してたんだけど、
なんかゴール過ぎ、レース終わってから、200メートルぐらいしてから、また加速してブーンと突っ放していっちゃったらしいんだけど、後ろからうまく来て抜かせないってレース終わってから。で、モレイラが一回トスパイ勝った時に呆れててもう乗らねえみたいなことを言ってて、今回はそれよりは機嫌良かったって。次も乗ってくれるかもわかんないけれど、ただ、次どこ使うかっていうのは全くの未定で、ジョッキー、やっぱモレイラクラスじゃないと、外国にしろ何しろ、モレイラクラス、じゃあ他に、じゃあいねえじゃんって話したんだけど、じゃないとこの馬の場合は、今回そのアブダビに行って、ハミをまたに変えたらしいのよ。忘れちゃった。なんとかっていうハミで、オーストラリアは結構多くて、それをモレイラに出ししたら、こういうハミを使いなさいって向こうで言って、それ日本で使ってるところあるのかって聞いたら、ないけれど、堀さんのところで、やっぱモリエとかそういうのもあるじゃん。で、それを、調教なんかでは取り入れてるって、今まで3リングの一番きついリングピットのやつをしてたけど、それよりもまた強烈なハミなんだって。それでもかかってたって言うんだけれど、かかってたらしいレース見るとみんな言ってたから、それでも随分おとなしくなった。オーストラリアの時もおとなしくなったみたいなことは言ってたっちゅうから、ただ、今後は、どこに行くにしろ、そういうジョッキーがまずいないから、だから、暮れの香港だったら、いや、モレイラは多分、向こうの馬に乗られちゃうから、じゃあもう引退させろやと言ってんだけど。ちょっと悪い。そうですね。やっぱりその乗り役で困るってのは確かにありますよね。結局、その3リングビットとか、オーストラリアってそのハミが使えないらしいんだよね。枝葉みとかこういう。なぜ使えないのかっていうのは正確なことわかんないけど、なんかゲートに引っかかるケースがあるっていうことでここ出てるから、ゲート出るときに。だからじゃないかっていうふうに聞いたけど、これは正確なところはわかりません。そうやって聞いたことあるだけで。ただハミはなんとかなんとかかんとかって言って、それは別に、日本でも使っていいハミなんだけれど、使ってるところはないでしょ。俺らのところは、長距は使ってるけど、競馬で使ってるかどうかはわかんないっていう話で、使ってるのかもしれないし、使ったことがあったのかもしれないし、普通の馬は使わないから、だから相当、強烈な、言うことを聞かせるハミだとは言ってたけれど、モレラはしょっちゅうそういうの使ってる。しょっちゅうとかそれを結構使ったことがあるっていうことで。それを使ってても、やっぱり、反抗心っていうか、あたふたして、結構やっぱり、モレラ自身も、面白くねえな、こんな馬って言ったら、そういうレベルだったらしいけど、トースパイの時よりは、仏頂面じゃなかったっていう。また乗るかどうかもわかんないって言ってたしな。だからこのYouTube の中でよくやっぱりシトラウスって名前が出てくるし、そこでペーパー持ってよとかそういう話はいくつか聞いてて、なんか結構シトラウスのあれができましたからね、この中でコミュニティみたいなのができたので。もう俺興味なくなっちゃったもん。全然あんまり目の前でもみんなからしてるし。そうですね。どうでもいいよ。ここに来た時結構優等生でいて。だからそれが錯覚だったんだよ。そうですね。騙されてましたかね、あの時。だからオーストラリアの時もすごく良かったっていうのは、周りに馬がいない広いところでバン出されて、そこで勝手に長期やってたから、引っかかることもなく、何もなかったけど、いいや、もうシトラウスも飽きた。もうこのシトラウスはいいや。これからその世界の G1 でも取るっつうのが、この間も G1 だっただろうけど、なわけのわかんねえ、あれじゃなく、そんなとこも行くかどうかもわかんないし、全く未定で日本に帰ってきたって八崎念に行くかなんて話してたけど、でも乗り役の関係でとかって言って、漁せる人間がいないって言うんだから、猿乗っけときゃ猿は走るんだよ。うまいんだよ猿。落馬しねえから猿に乗っけときゃ。バナナ一本で乗ってくれるよ。そうですね。確かに、それは、なんかイメージがそうですね。落馬しないよ。
じゃあなんとこだよ。はい。いいラバもないよ。今週の謝杯をいただきましたので、はいこれでお会いしたい。じゃあ今週はこれでお会いしたいと思います。すいません、これじゃあいただきます。はい。じゃあお疲れ様でした。今回もご視聴いただきありがとうございました。今週はサウジカップがあるということで、3年前にパンサラッサでサウジカップを制しました吉田豊騎手にインタビューをさせていただきました。サウジのダートと日本のダートはどういう風に違うのかとか、パンサラッサって逃げ馬だったんですけれども、逃げ馬なのにサウジを引いた時の心境など、あとは、サウジに向かう道中空港で迷子になりかけた話など、面白い話をたくさん聞いています。ぜひ詳細はデイリー競馬馬三郎チャンネル内の野里の競馬人インタビューをご覧ください。要チェックです。見てね。そしてフォーエバーヤング頑張ってください。